いいですね。踏み込みやすいし、勝ってられたらすごいなって感じ。相手がもうどれで倒そうかなって早くやりたいです。めちゃめちゃなんか表情がいいな。ちょっと自信しかないな。ありがとうございます。自分のリズムで戦うとすごい強い選手なので、そのリズムにさせないっていうところですね。やってきたことがあるんで、それを遂行していけるかどうかっていうところですね。気持ちを入れて練習してきたんで、それがね皆さんに伝われば一番いいですね。はい。ジャンルを超えて時代を牽引するのが朝倉未来です。立ちはだかるのは練習は裏切らない、それを話しています。前ライジンフェザー級王者牛久潤太郎です。オール・オア・ナッシング。正直グスタボ選手は本当にめちゃくちゃ強いです。だけどやっぱりビビってちゃダメなんで、やりきりたいですね。地球の裏側、ブラジルのスラム街ファベーラに生まれたキラー。一旦始まると相手を飲み込むまでやむことのない暴風。嵐が過ぎ去った後、立っているのはルイス・グスタボ。大晦日のライジン対ベラトール全面対抗戦、ダゲスタン共和国のガジ・ラバダノフ相手に見せたゾンビファイトはスーパーアリーナに火をつけました。世界の MMA ファンを震撼させたウォーキングデッド。ライジンライト級王座戦線を占う、これも早くもサバイバルマッチです。さあ第1ラウンドが始まりました。ここ遠い距離です。褐色のボディ、右足前ステップを刻むのが武田浩二、左足前の構え、黒いスパッツがルイス・グスタボです。お足をすくっていった。いきなりグラウンドの展開です。リスト握ってる、危ない。立てるか。出してきましたね。さあここ倒しきれそうです。武田。Não, eu estava bem preparado em todas as áreas. Não, eu sabia que ia ser vitorioso, ia dar o meu máximo e foi o que aconteceu, saí vitorioso. 首取ろうとしてますね。回転して防いだ。いやいやまだ持ってます。さあ果たして寝技決められるか。リーチが長い分。前出ろ前出ろ休ませろ。パワー右を振ってくる。捕まえたいですよねこれ。その腰痛が強いですね。ほとんど取れなかったじゃないですか。そこで逃げるのもうまいし、テイクダウンも簡単にできなかったし、してからもなんか思うように攻めれなかった。もう背中に汗が光ります。武田来た。カウンターでストレートアッパー。さあ組みついた。倒しきれそうです。パンチを振り回してくるところで僕はタックルを狙ってテイクダウンして、そこからこうアクションをしようと思ってるんですけど、一つ一つの展開の下取られた後のディフェンスだったりとか、あとは僕が下になった後に追撃してこなかったりとか、そういうところはもうやられたなって感じですね。近い右が来る。入りましたね。左。上から肘を落としてきましたよ。サイドフック。2段の蹴り。今顔面が交錯。武田テイクダウンしろ。離れ際左フック。ここで試合終了。判定です。青グスタボ。グスタボの名前がコールされました。武田浩二接戦を落とす。勝ったのはルイス・グスタボ。やはり接戦でした。ダメージはレベル高いから。世界Eita, Guida! Obrigado, Master! Grande guerreiro, muito obrigado pela luta de hoje e sinto muito honrado ter lutado com ele. He's honored to fight with you, so happy. Me too, same. Ele também, está muito feliz. Obrigado, gozaimasu.
かんないですね、格闘技が。武田も、ここで腐らず他の選手より1段階、世界の相手と戦わなきゃいけないんで、出稽古とかそういうのも生かしてますけど、ルートが今あるんで危険じゃなければタゲスタン生かしたいなと思ってるんですけどね、レスリング生かしたい面々はそこが一番なんで、もう勝っても負けても練習するしかないんで、武田はそれができると思う。Eu prometi a ela que eu ia levar o cinturão pro Brasil. Então, Roberto, Satoshi, vamos lutar. Vamos botar esse cinturão em jogo. Próximo vai pelo cinturão. Sakakibara, xingou. Sakakibara-san, onegai shimasu. Desde o primeiro dia que eu pisei o pé no Japão, fazer uma grande carreira aqui e lutar pelo cinturão, conquistar esse cinturão e levar pro Brasil. Satoshi, vamos lutar, vamos botar esse cinturão e vamos fazer vamos dar um grande show pros fãs. Vamos lutar. すべて1ラウンド決着という最下です。一方サンダの使い手アリ・アブドゥルカリム、今スタートしました。オープニングマッチ。これまだアリ選手の方が距離これ以上中に入飛びましたね。ワンツー来た。Ну да, у меня соперник, он высокий, и руки длинные. У меня была сначала найти дистанцию, выбрать дистанцию и атаковать с рук. Это моя коронка. 右ストレート、一発いった、効いた、ちょっと効いた、グラッと来ている、後ろに下がる、右の腹で応戦する、右のストレート再開。ここもう一つプレッシャーかけれるか。感触あって表情も効いた素振りを見せたので詰めようかなと思ったんですけど、オーバーフックを常にカウンター狙ってたんで、これは行ったらやられるなと思って、ちょっと様子見たんですけど、セコンドからもカウンター怖いよというようなね声が今聞こえました。そうですね、前に出ようとしたところはやっぱりフックを当ててくるんで、アリ選手は左フックが入った。これは右フック一戦、左から右、すごいアブドゥルカリモフ、体の強さも見せました。これがサンダ仕込みの石の拳、ロシアンサンダエンペラー、大きな右が最下ヤンボー達也を捉えました。マジで右が見づらいんですよね。いやくそ記憶飛びまくってるな。これやだ、なんでいつも持ってないのこういう時に。Вкус победы никогда не описать словами. Только этот вкус поймет тот, кто уже выиграл бой. Приехал, я выиграл там пояс у себя в России. Теперь приехал в Японию забрать здесь пояс. Следующий бой, скажите, я еще зрелищный покажу. UW ステージ山本健一を父に持つ男、北斗のグラップラー山本空。金原選手を倒して成長を遂げたいと思ってます。金原正則、後ろからは笑顔で所秀夫です。若い子っていうのは、いつかはやらなきゃいけない相手だと思うので、ぶつかり合っていいものが生まれればいいなっていうのは思ってます。さあ第2試合が始まりました。いく右ストレート、1分ぐらいでストレート打って折れちゃって、ちょっとそこから右手が使えなくなっちゃいましたね。折れて打撃が打てない、やばいなと思ったんでタックル行って時間を稼ごうと思ったんですけど、そこからコントロールされちゃった感じですね。バックマウントになります。ここから金原がどう操作するか。おっと頭抜けた、さらに右から左フックを打つ。入ったね。最後打ち合ったじゃないですか。打ち合ったんですね。俺打ち勝てるなと思って、最後ジャンプして当てるやつとかもいじめっ子ですよ。いやでもタフだね。今プレッシャーかけてます。後ろにはケージ、おっとカーフキックです。
左足殺しのカーフキック、そして右ストレートを出していきました。今左すごいね。相手も距離遠くて多分ローカーフ蹴ってくると思ったんで、もうその蹴り返しでローのカフ作っていこうかなと思ってたんですけど、自分の距離にはまってくれた感じがありますよ。今回はもう右ストレート右フックを作戦としては組んでたので、右が使えなくなってしまって自分の対応能力の悪さが出ちゃいました。このラウンドからおっと、ここから少し守ってから今首も取ったシーンもあったんですけど、圧倒的な相手のディフェンス能力、コントロール能力が高かったですね。全然決まってはいなかったので、このまま時間終わっちゃうの嫌だったんで、ケージの方に詰めて、ちょっと詰めてからパスガード狙ったんですけど、結構しびられたんですね。ここでマウントモーションになりました。マウントモーションに持っていきました金原マスタリー。残り時間10秒を切りました。そしてマウントモーションからパウンドを放っていく。そしてパウンドを放っていった。さらにバックマウント。金原マスタリーがまた組みついた状態から、ここでゴングが鳴らされました。支配してみせました。この時間金原正則、3対0のユナニマスデッションです。この15分間3ラウンドを制し続けた金原正則が山本ストラを破りました。右手を一発目やっちゃって動けなくなっちゃった。いや、めちゃめちゃ痛い。ちょっとお腹もやばい。肋間筋っていうその肋骨の筋肉やってしまって、3週間前からもう今日まで、練習できなくてめちゃめちゃ痛いので、ゆっくり治していきます。これからお前が背負うんだぞって言ってくれて、もっともっと自分のこの格闘技を見直す必要があるなと思って、帰ってきた時にはもっともっと強くなってるんで、もうちょっとだけ待っててください。自分の強さの答え合わせをしたいなと思って、次僕が思うフェザー級で一番強いケラモフやらせてください。どうぞ。だから止めてって言ったでしょ。止めてって言ったでしょ。言っちゃったじゃない。あれじゃない。自分から強さ取ったら何も残んないから、別に雑で命名できる相手はケラモフなのかなと。うちのセコンドが止めなかったから、もしこれで負けたら全部休み会長の選手なんですよ。止めてって言ったの。止めてない。本当に自分の中で身体をかけて一番強いスタイルやりたい、覚悟ですよね。自分の選手生命をかけた覚悟、勝っても負けても最後に1回はやらなきゃいけないなっていうのはあります。もう1回。さあ朝倉未来が1年4ヶ月ぶりに MMA に出陣します。何でも手に入れてきた。でも一番欲しいものだけまだ手にしていない。格闘技で MMA でトップに立った時伝説となる。セルフプロデュース格闘家全盛時代にあって、似合わぬことは無理をせず飾った世界に流されず、格闘技にバカ真面目に向かい合う時代遅れの男牛久潤太郎。ライジンランドマーク5 in 代々木、いよいよファイナルマッチです。さあオールオアナッシングライジンランドマーク5ファイナルマッチが始まります。右足前の構え、ともにサウスポーです。中央を取ったのがシルバーのトランクス朝倉未来、そしてそこを回るように前足の外側に回るようにするのが牛久潤太郎です。1はとにかく足を使って、1ラウンド目から多分打ち合いに行ったら爆発力だったりはやっぱり朝倉選手あるんで、足使って相手を疲れさせて、で3ラウンド目に僕から仕掛けに行くっていう作戦だったんで、どんどん打撃出すかけてテイクダウンはなかなか取られないだろうと思ってたんで、そこまでテイクダウンディフェンスに固執せず、でも大体は想定内でしたね。これ朝倉が中央を取って圧かけるのはわざとですか。さあ組みつきました。押し込んでいながら、さあ自ら引き込んできました。相手が引き込んできたと思うんですけど、それはちょっと意外でした。
三角は狙ってましたね。手をこう落とそうとしてたんで。手の使い方いいよ、手の使い方、そう、手の使い方。あの低みは本当に練習で超決まってたんで、みんなが決めてたんで。最近寝技がめちゃくちゃ強くなってて、三角が最近誰にでも決まるから、それで三角しのぎの痛み力相手使ってくれるって分かる。練習でも決めたりしてたんで、ただ金網とまたジムのこの壁ってちょっと違うじゃないですか。聞こえてきました。高田さん、ここでしたね。すぐしかし頭をネット側、ケージ側に持っていきます。金網だと違うんだね。頭がつけられるつけられない全然違う。またKグラウンドの壁とは違うじゃないですか。めちゃくちゃ痛くて。押されたな。はい。高田さん、こうスタンドのこう注目点ありましたけど、こうグラウンドに行ってどうなんだろうっていうのは話なかったですね。そうですね。まあ言葉で言うのは簡単なんですけど、これカウンター取られたらどうしようとかっていう頭にあると、あそこまで左手なんかね、変則的で入りづらかったですね。回転技とか使われたり、ちょっと久々の試合で硬かったですね、自分が。変に KO しようとしすぎたっていうか。カウンター取りに行った時の何か準備をしてる。肘バックエルボー、先ほども見せた高田さん、あえてでしょうね、今バックエルボー。そうですね。この牛久の前の手、右手のフック引っ掛けるようなフックもあります。そうですね。逆にミドルキックだった。さあ今度は接近する膝、入れ替わる朝倉未来。ボディ自体も強いんで大丈夫なんです。そう、ボディ効かない、効かないから。外でやっても効かないんだから、絶対大丈夫な朝。あそこまで硬いのは初めてでしたね。ゴツゴツしてましたね。ここのプレスをかけたミクロ。入った。はい。出したもん負けみたいな話もありましたけど、その意味ではどうですか。まだ。うわー、飛び込んで、さあ引っ込んだ、この形。冷静に対処、冷静に対処。2ラウンドもいいところで引き込みできて、結構マジで相手あれで多分疲れたんで全然大丈夫でした。ゲームを望んでるの作戦の中であるってことですよね。対策は分かってるっていうそういうことですね。はい。さあこれ以上展開ないと見てスタンドの展開に戻ります。どっちが耐えるか。やっぱケモンって言いますけどね。膝だ。左フックを切った。逆に深く刺しました。さあ第2ラウンド終了。まあ意図的に仕掛けている牛久。さあお互いに意図を感じるだけに、さあ最終ラウンド何が待っている。前蹴り、左フックから飛びついていく。膝もらいながら詰めていった間合いを引き込んだ。ただやはりこれは意図的。ブレブルのスタイル一緒じゃないの。ただ3ラウンド目に2回引き込んだのがちょっと失敗ですよね。なんかよく分からなかったですね。僕もそこまで寝技弱いわけじゃないんで、あれはナンセンスかなと思いましたけど。やはりブレーキかかりますね。まあ牛久自ら引き込んだんですが、飛び込んで右フック空を切ります。膝届かない。すぐ左につなげた。リターン、必ずリターンをボディーこれもそうです。これも右返す。いや、あそこの顔が変わった。打ってこいよと。これでいこうよ。これでいこうぜ。来た来た来た来来いよとか言って、行ったらタックル来て詐欺師ですよ彼は。ちょっとイラってきたりします。来ないですよ。それが MMA なんで。上からカップ。膝が立ち上がり際牛久。そしてまた引き込む。膝マジで相当引いたよ。完全にしたからね。最後なんで引き込んだのってあれ引いてそこで投げる。ダブルカン蹴りもう一回蹴るじゃん。分かったでしょ。これでよかったよね。聞いたから絶対三角取れるかなとか思っちゃって、なんかまあ練習通りしょうがないよな。それやってるんだ。引き込み2回でよかったな。足
でもさ、分かったね。打ち合ってくんないもんだって。自分多分いかないからさ、打ち合ってくんないの。相手も相当疲れてたの、最後マジで。最後なんで引くんだろう。もうあれがなかったらマジラスト膝完全に落ちたから一回。膝上げがそこまでカレント落としてんだから、そこで喧嘩なのになんで引くんだって。そこだけだよ。あそこのワンチャンで取れる相手だったんだ。2回ぐらいでよかったら4回ちょっとだから。そうっすね、まあ、とにかく楽って感じですね。まあでも僕から格闘技取っちゃうと本当何も残んないんで、変わらず、格闘技に向き合って、まあそれがもう僕の生き方なんで、はい。お待たせしました。ただいま。男はね、やるときやり合いでしょ。レベル違う、全然違う。まあ同じ牛久のポジション朝倉で絶対私一本勝ちできるよ。ああもうかかってこいよ、待ってます。絶対もう一回負ける朝倉、絶対負けるよ。そうっすね、クレベルともやりたいし、まあケラモフとかね、まああの辺も多分やらないといけなくなるんでね、まあその辺とやる準備をしておきます。いろんな仕事が確立して、なんかまあようやくこう格闘技に打ち込める感じになったというか、なんで、まあ、最後の自分の夢をかけるじゃないけど、まあ、今までで一番頑張ろうかなと思ってるんで、まあ期待している方は応援お願いします。